さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回はね、戦型が角交換型振り飛車に対してね、私が居飛車でどう戦うかといった将棋に進みました。中盤からね、終盤にかけてね、振り飛車の美濃囲いに対する端攻めがね、本局のポイントとなります。そちらの方をね、ゆっくり解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番ですのでね、将棋王座の画面とは逆になりますけれども、そちらの方もご了承いただければなと思います。先手が7六歩、3四歩に7一角と、この手が結構ね、注文をつけたというかね、早速作戦の一手ですよね。振り飛車にするのであれば6六と止めてね、飛車を振るというのが以前ですね、非常に多い指し方のね、振り飛車でした。本局は7七角ということで、角をね、持ち合って振り飛車にしようじゃないかという作戦ですね。で、私は本局7七同角成と取ったんですけれども、この手に対してね、6二銀とか上がって、角交換をしないで指す指し方も有力ですね。でどちらも本当にあるんですけど、ただ一つね、皆様にお伝えできるのは、これ交換するかしないかでね、将棋の流れが全然変わりますので、どちらでも良さそうなところではあるんですけれども、上級者有段者を目指すような方はね、こういうところで変えるか変えないかでね、方向が随分変わるのでね、一つね、居飛車側としては、作戦の岐路ですね。実戦は7七角成と角を交換しました。同桂と、そして6二銀で、もちろんこれで7八金から居飛車にするような指し方もあるんですけれども、本局は8八飛車とね、向かい飛車に構えてきましたね。でこの時にですね、角を持っているので4五角と打つ手がねありそうなんですよね。両方に角を成る手でね、これで打ってね、馬ができれば大成功なんですけども、この場合は先手に5五角と打ち返されて、これで困ってしまうんですね。こちらの香取りが実はこの6二銀と上がったことによって飛車の動きがこう取ってればね、こういう感じの動き方もできるんですけど、受けがないのでね、これを馬を作っても香車を取られちゃう方が痛いので、これはね後手失敗となります。ですので4五角とは打てないということで、実戦は4二玉と上がりました。次はね角を打って角に3三桂という受け方があるのでね、先手も6八銀と受けて、これで少しねここから駒組みですね。はい。で6八銀に対して3二銀と、これは美濃囲いを目指した手です。もちろん2二玉から場合によっては3二玉からね穴熊を目指すという指し方もあるところです。3二銀、4八玉、3一玉、3八玉。そうですね、これちょっと前後しますけど、この時に2二角と打ち込んでも3三角とね合わせるのでね、角は打ち込めません。これちょっとね部分的な形ですけれどもね、3一玉と、そして3八玉、1四歩、1六歩、そして3三桂ですね。この桂はね、玉が入る形も普通なんですけれども、このねやはり角を持ち合ってる形の角の斜めのラインが気になるところですので、一手早くね、先に玉が入っても同じような感じなんですけど、角打ちに備えたということですね。はい。で3三桂に対して2八玉で6四歩、3八銀と。そうですね。で、この角交換型の振り飛車に対する居飛車側の考え方なんですけれども、通常の角が交換してない振り飛車との違いは、もう常にねもう角がさばけていて、かつ桂馬がもう飛んであるんですよね。ですので本局もそうなんですけれども、この将棋のね形の振り飛車というのは陣形が完成すると攻めてくる可能性が非常に高いんですよね。要するにこの角が交換してない角がね、ここにいる振り飛車ってこういう格好になってるんで、この格好ですとやはり角ね、後ろに桂馬がまださばけてない状況ですから、振り飛車からガンガン攻めるってことは結構難しいんですよね。この場合はね、ここに角がいた場合ですね。でこの戦型の角を持ち合ってる場合っていうのは、もう角をもうさばいて桂馬が飛んでいるので、美濃囲いができたらこの桂馬の攻撃力を生かしてガンガン攻めてくる展開に非常になりやすいです。ですので居飛車党の方はね、この形になった場合はより慎重に駒組みを進めないと、気が付いたらもうガンガン攻められてしまって形勢を損ねるということが結構あるんですよね。ですので角をね序盤で言ったんですけど、交換するところでするかしないかってとっても大きな差が出てきます。はい。3八に対して6三銀と。ですのでね、これもこの2手で例えば2二玉か2四歩ってこう進めてもいいんですけれども、やはりこちら側からどんどん攻めてくる可能性が結構あるのでね、6四歩6三銀は早めにこちら側を備えようという意識の手ってことですね。はい。で、8六歩。これを伸ばさせちゃ指しちゃう手もありますけどね、こういう形はちょっと息苦しいんでね、8四歩ここは、受けました。そして5八金左で2二玉6六歩
7四歩に6七銀で7三桂とね、お互いにこう似た形なんですけれどもね、ここで5六銀と、どうですかね、見た感じでかなりこう振り飛車が軽いというかね、駒をさばきやすい感じがなんとなくニュアンスとしてお伝えできますかね。繰り返しなんですけど、ここに角がいるとね、結構こうなんていうんですかね、角が負担っていうか角のが邪魔することによってさばきにくいんですけど、角を貸してあることによってもちろん角の打ち込みには注意しないといけないんですが、駒をさばきやすいっていうのはこの形の大きな特徴ですね。で、5六銀に対して2四歩、そして6八飛車とね、非常に豪快な指し方ですよね、こうやって見るとね。で飛車が回ってくれたんでここいけそうなんですけどね、ここを行く手もあるんですけれども、例えば同歩同桂に同桂同飛車となれば成功のような感じなんですけど、ただこう回ってくる手がありそうなんですよね。またね、フットワークよくね、こうカウンターじゃないですけどね、引きつけて回ってきたらまた戻る。もちろん桂馬を取れば飛車を取りますし、意外とこうやられてくるとね、桂馬が逆にあれって感じですよね。ここ例えばこう下に歩を打つと8五桂と取って同歩に7三角と。これはどうですかね。なんか逆に今度は自分の歩がね負担ですよね。飛車が香車取られちゃいけないんで引くと歩を打たれたりしてね、8五飛車と走られてしまいそうですから、これ自分の方から攻めたはずが逆に振り飛車に反撃されてしまうということでね、これ結構ちょっとね気づきにくいテクニックですので、振り飛車党の方はねぜひ参考にしていただきたいですし、飛車党の方はねこれをの筋をね気をつけてほしいですね。こう回るといけそうなんでね、いかにもねいけそうなんですが、今の変化があるので、簡単ではないということですね。で飛車を回った手に対して私は6二飛車と。対抗しました。これは堅実な一手ですよね。飛車が回ってきたので飛車を足してね数で受けということですね。ここはね振り飛車側も分岐点で繰り返しになるんですけども、美濃囲いができていて形がいいので6五歩と、仕掛けてしまう手も考えられたところですね。6五歩ですと、一例挙げますと、同歩同桂同桂同銀で、この時にね6四歩と飛車が回ってるんで打てるわけですよね。飛車がここにはもちろん取られてしまってないんですけど、数を足してあるんでね。で5六銀に7七角と。ちょっとこうぺっちゃんこで悔しいようでもこの角で反撃してみるとね、先に手番をもらってますが、これはいい勝負ですかね。先手の方も7三に角を打つ手が一応狙いとして残っているので、こういう展開もね十分考えられたかなと思います。実戦は4六歩とついたのでね、すぐの決戦はとりあえずは回避されたということですね。5四銀と上がりまして7八飛車と、これちょっとねちょっとこう誘いの好きな手で、角打ちたいんですけどね、角打ってよければいいんですが、飛車を引いて角を成った時にどちらですかね、どちらもありますね。こちらに飛んでみますか、仮にね6八五桂とね、これが相手の方の狙っていた多分切り返しで、同歩なら馬取りますし、普通に逃げるような手だと7三桂成。私が口頭で言っていたのはね、対局の時に言っていたのはこう5八馬と取る手があってね、結構まだ先が長い変化なんですよね。同金なら桂馬を取っておけば、これはね騙したつもりが騙されたじゃないですけど、金桂と角の交換になって、これは居飛車がまあ戦えそうです。ただ5八馬の時に成立するか微妙ですけどね、こう桂馬をこうドンと取ってきて、これどうかってことですね。これねちょっと難しいですね。これ飛車が逃げればもちろん角取って今度は振り飛車大成功ですね。で一応馬と飛車の両取りで、5七馬と引くとね飛車銀両取りなんですけど、こう回る手があって、これまた結局飛車馬両取りでね、どうでしょうか。実際のところは例えば4九馬と切ったりして、同銀あるいは同飛車に飛車がこうなんかとか逃げたりして、こういうのも難しそうではあるんですけどね。これは十分ね手の善悪で言ったらあったかもしれないですけれども、ちょっとね細かい変化で難しいとこですね。これが成立してるかどうか際どいところです。ですので当然こういう角打ちたいんですけどね。ということで我慢してね5二7二金という実戦がありました。こういう時は次絶対角打てますね。角打って角成って桂馬飛んだ時に馬が逃げて桂馬を取らして同金っていう対応ができるわけです。で7二金と上がられてみるとさすがにいけないので、結局ね角が残ってるんで飛車戻ったんでね、この交換は少し得しましたよね。よって金上がって戻ってますから手番が入れ替わった感じでね、もちろん金が玉の方に行かなくなったという意味はあるんですけど、少し得をしたかなと。でここで私の方がね2三銀と上がったんですけど、これはちょっとね欲張った手ですね。欲張った手っていうのは今ちょうど一手も儲かったというかねとこなんで、例えば9四歩とかついて、実戦ここに角を打ってくる手があったんでね、これ例えば9六歩なら上がるとかちょっと細かい手順なんですけど、そういう感じもあったかなと。
2三銀はやはりこの形の美濃囲いね、やっぱりここら辺が薄いんですよね。ですので2三銀冠を目指したんですが、次の手がね動いてきましたね。もちろん3六歩とかってゆっくりさせてもらったと思うんですが、やはり銀冠で上がった瞬間っていうのは離れ駒ができて王様がね露出しますから危険ということで9六角と動いてきました。この手はやっぱり指し慣れてるなという感じの手ですよね、振り飛車はね。この太りなんですけども、例えば8三金ですとこうついた時に先ほどのね2三銀を咎めているということですね。遠く4一の金を狙っております。で実戦ねここでね、6三金なかったんですけれども、3二金はありましたかね、きっとね。こう歩を取られるんですけど、6三銀とね引いといて、悔しいようでもやはり角を持ち合ってる将棋で打たしたっていうのは大きなポイントなので、引かせて突くとかね、こういう感じもあったと思います。実戦はね強くね金を上がってこうね6三銀だって、これは先手も許せないですよね。これで収まっちゃったら角打った意味がないので、6五歩とついてね激しくなりました。で6五歩に対してすいません7五歩とついてね同歩に6五歩とついてね激しく進めました。でこの角金がやっぱり浮いてるのがちょっと気持ち悪いんですよね。実戦は同桂と取って同桂に、同歩ですとね同銀と取られてかなりちょっと危ない攻め込まれそうな感じですので、ここで3二金と上がると。これはテクニックですね。ここに桂馬を起こさせていってね余裕を受けて上がるというのはテクニックです。さあここで何もなければね金冠が完成してますから、例えば7七角とか、次は6五歩と取るような手もあるんですけど、先手は激しくね6三角成ときましたね。で同飛車に7三金取って6一飛車に5三桂成って考え方もあったと思うんですけど、シンプルにね5三桂成と捨ててきて同飛車に6四飛車と、先手は角金交換の駒損ですけれども飛車がさばけたという主張をしたわけですね。さあここからがねこの将棋の本局のねどう指すかというのがポイントなんですよね。美濃囲い鉄壁で、飛車が成られてしまうと2一金の攻めも見えてますから、例えば6三歩とか止まればいいですけどね、どこか6八四飛車止まられても全然、攻めが止まらないので、さあどうするかということですね。こういうところからどう勝負していくかで、このね苦労した銀冠というのが端攻めをねやはり狙うというのが一つポイントなんですよね。実際は4四角とここに角を打ってね、これはねなんとなくその先の手が見えないとあんまりピンとこない角ですよね。もちろん香を取るつもりなら敵陣に打った方がねもちろんいいわけですよ。香を取るだけ打った方が馬になってなりますからね。ただこれは香取りではなく1七のね端を狙った手になります。で6四角にもちろん、相手の方もね6一飛車となってくるんですが、5一歩と止めて、さあこれでね、2一金だけやっぱ打たれるとね痛いので止めて、さあここでどうするかですよね。先手の方はね例えば9一竜ですともう1五歩とねこの角をとねに連動して角桂歩がありますから、端を攻めていくのが非常に強力です。具体的に言いますと同歩に1七歩と打って1六桂と打ってたらね攻めが続く形なので同香なんですが、桂馬をジャンプしまして、この時にね角がいるといないので全然迫力が違うので、お分かりいただけるかなと思います。何か香車に言うとねもういきなり角を打ち込んでいってもどうですかね、こういう感じになるとこの美濃囲いのこちら側が全くね機能しなくなるんですね。ここまで進むとなんとなくなるほど4四角っていうのはそういうことなのかって感じなんですけれども、このねいう端攻めを狙っておかないとね結構この4四角って発想は難しいとは思います。ぜひね覚えていただければなと思います。実際ね9一竜ではぬるいということで6四歩ですよね。この風潮でもいい手ですよね。金を打ってもね飛車を引かれて意外と攻めが来ないので、歩を打ってねと金で攻めるっていうのはね攻めの急所の一つなんですよね。で逆に言うと守る方からすると歩で攻められてしまうっていうのはもう粘ってもね手に入る駒が歩なわけですよね。歩で攻められてるわけですから、ですからもう攻め合いです1五歩と。ここからはね、結構直線の攻め合いですね。先手の方同歩と取っても先ほど言ったように1四歩で、この時に美濃囲いですとねこういう反撃が結構きついわけですよね。美濃囲いですね銀冠になっていることが非常に大きいということです。ですので1五歩に先手も取らずに6三金とね露骨ですけど厳しい攻めですよね。やはりここ壁を崩したいと。ただ同銀と取ってねこの5四の銀が金と変わったのは大きいですよね。で同歩成で5六飛車とね駒が取られちゃうんですけど取ってね戦力が増えますからね先手は。で同歩そして1六歩と取りました。
これがね見た目以上に結構きついところで、次にね1七の地点があるので1八歩と受けたんですが、さらに1七銀と打ち込んで、まあ結構ね皆さんね先ほどの局面4四角打つ局面をもう一回見ていただけば分かると思うんですけどね、一気にこう先手玉にね急所をついて攻めているというのをお分かりいただけたかなと思い、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。まあ実戦は同歩と取ったんですが、同歩成と攻めまして、3九玉に2八と捨てましてね、さあ同玉。ただこの次の手ね、私1九香成と取ったんですけど、1八歩もありましたね、攻めのテクニックとしてね。この方がもしかしたら良かったかもしれないです。1八歩とね割と香車が取れるんですけど、歩を打っといて、実はこう打っとくと次にね1七角打ちでこれ詰めろなんですねいきなり詰んじゃうの恐ろしいんですけど、こうやっぱり急所なんですね。同桂同角成でいくと持ち駒に金持ってますんで、なので1八歩と打って、同香でしたら同香成と王手で取れるのが大きいですし、王様が早逃げすれば歩でこう取れるのはやはり大きいんで、1八歩もありましたね。実戦は1九香成とね、この方が一手早い感情ではあるんですけど、歩で取れた方がよりきつかったかもしれないです。で、1九香成に対して2六桂と。これはねやはりこの角の利きがきつすぎるんで止めたんですけどね、繰り返しになりますが、これが美濃囲いですとすいません繰り返しになるんですけどね、こう1四桂と打たれる筋があるので、居飛車側もねリスクなくこう攻めるわけにいかないんですね。だから銀冠みたいななんかすごく危ないね、頑張って作った銀冠ってやっぱり結構大きいんですよね。で2六桂と打った手に対して2五桂と。この辺りでね、実戦編ご覧いただいた方はお分かりいただけると思うんですけど、先手の方が持ち時間もかなり少なくなりまして、ちょっとね5一竜と取ってね、この辺りもうちょっと時間があれば、ゆっくりね考えたようなとこだったと思います。実際に2九成香で同銀に3五香と。この銀冠が硬いので2一飛車と打っても1三玉で、ね、この銀がよく効いてて詰みがないんですよね。で先手の王様は、3七香成から分かりやすい詰みが実はこの金香ありますので詰みがあって、これをどう受けるかってとこでね、次の手が敗着ですね。ちょっと相手の本当持ち時間が迫っていたんで3九香と打ったんですけど、これはね1七桂と打って、詰み筋になりました。玉を寄るとねせっかく打った香車の上が利けなくなるんで3七香成で詰んじゃうんですよね。実戦は1六桂に、1九玉と逃げたんですけど、1八歩と叩いて同玉に1七銀と打ったところでね、ちょっと時間切れもあり先手の方の投了終局とねなりました。以下はですね、王手に対して1九玉と引くしかないんですけれども、歩を持っているので、2八角でも詰みですけどね、1八歩と打って、同銀に2八桂成となれば詰みですね。最後ね3九香と打った手が若干悔やまれますけど、あそこの局面はね先手としても、粘り方が結構難しい局面で、それでね後手が少しね優勢の終盤戦だったかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたしました。ご覧いただいた通り非常に難しい将棋でしたね。ちょっとね初級者の方、中級者の方には内容がね、これちょっと難しいなっていう方もいらっしゃったと思うんですけれども、そういった方はね、見る場所をこう絞ってみていただいて、例えば本局で言えば、中盤以降の端攻めですよね。4四角と打って角桂と持っている状態から銀冠の形を生かしてね美濃囲いの端を攻めるっていうのが、結構ああいうところに絞って見ていただくとね見やすくなるのでね、そういうところを繰り返し見ていただいて皆様の対局のね参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。